こんにちは。コスメだったり、ボディーソープとか、石鹸系のものがなくなってきたので、前も動画で紹介したんですけど、サンジェルマンデプレにあるパリで一番安いって言われてる薬局に行っていろいろ買ってきたので、今まで使ってたものとそうじゃなくて新しく買ったものとあるので紹介しようと思います。あそこのファーマシーはね、とにかく安くて物も多いんだけど人がすごいから、ある程度こういうの欲しいなっていう目星をつけていった方がいいと思います。ただと言っても選ぶのもね難しいと思うので、私もなんとなく行く前にフランスおすすめ洗顔とかで調べてブランドをリサーチして、あとはもう行ってその場で店員さんに聞いたりとか、あとはもうジャケ買いして試してみて、よかったらまた続けて買うっていうことが多いです。ただどれもやっぱり結構海外サイズっていうのかな、サイズがすごく大きいので1個使い切るまでにねすごい時間かかるんですよね。気に入ればいいんですけど、なので私はいつも使ってて気に入ったやつは大きいので、まあ使ったことなくてこれから挑戦してみたいってやつはその中でも小さめのやつを買ったりしてます。ただどれも大体大容量なんで、買う前は慎重に選びながら買うことが多いです。じゃあまず洗顔系から紹介します。これ、これ気に入ってて2本目なんですけど、ジョンザックっていうブランドのジェル化粧落としです。私はこれをコットンにつけて拭き取り化粧落としとして使ってます。直接塗って、お湯で流すよりもコットンにつけて拭き取った方が汚れが落ちる気がします。これはオーガニックです。で次がセラフって書いてあるんだけど、スムーシングクレンザーで、これは敏感肌用ドライスキン用のものになるんですけど、洗顔です。で一応体中全部使えるんですけど、私はもったいないので顔だけ使ってます。なんとなくこれを使うようになってから毛穴が目立たなくなったかなっていう気がしてるのでお気に入りです。で次シャンプーもオーガニックのフランスのブランドのアブリルっていうところのやつを使ってます。でこれは前回買ってよかったので2本目なんですけど、今回は違う匂いのものを買ってみました。でフランスの売ってる他のシャンプー試したんだけど、フランスって香水なので自分の髪の毛とその香水とシャンプーの相性が合わないとなかなか泡立たないものとかも多かったりして、それが結構自分の中では、なんか気になるポイントだったんですけど、このアブリルっていうところのシャンプーは泡立ちがいいので気に入って使ってます。これも結構ね大容量です。新しい匂いも楽しみです。ちょっとこれも使ってみます。で次がこれサフォレルっていうものかな。これは、デリケートゾーン用のソープで、このブランドはデリケートゾーン用のものを多く扱ってるブランドです。これもねオーガニックのものです。個人的にはこのロゴとか色合いとかが可愛くて、これはジャケ買いしてみました。次はこれこの間友達にもらったものなんですけど、最近気になってたフランス初のビーガンブランドのティポロジーで、これはクリームストレーなんで、日焼け止めクリームです。パッケージがクールでシンプルでいいですよね。あとビーガンっていうところも気に入っているのでこれを使ってみています。でこれはアイクリームです。でこれは洗顔して化粧水して寝る前にこれを目元に塗って最近寝ています。まだ効果はちょっと実感できてないんですけど試してみます。あとはボディーソープかな。これはもうボディーソープは私あんまり正直こだわりがなくて毎回変えてみてます。これこそジャケ買いしました。以上です。なんかフランスとかヨーロッパに在住の方でおすすめのコスメとかこういうボディーソープ系のものとかあったら教えてほしいです。日本人の肌に合うものとか知りたいので、よかったらコメントで教えてください。
して今これを読んでいます。この岡本太郎さんの「自分の中に毒を持て」っていう本なんですけど、こっちの日本人の友達に借りて読んでます。あんまり私は小説とか本とか、文字を読むのが得意じゃなくて、こういうのを読んだりする機会は少ないんですけど、たまに集中して一日でバーって読んだりとかすることもあります。でこれはすごく文章も読みやすかったので、一気に2日かけて読みました。あと最近読んでるのがこの原健也さんという人の「デザインの目覚め」っていう本です。これは日本で買って持ってきたんですけど、日常の中にこう潜んでるデザインっていう考え方を綴ったエッセイです。なんか本読む時って本当全然違うこと考えちゃう時とあって、その本の種類にもよるんだけど、私はこのぐらい簡単な本だったら読めます。パリにも純駆堂っていう日本の本屋さんがオペラのあたりにあって、日本の本は買えます。ただ値段は日本よりも全然もちろん高いんだけど、たまにオペラのあたりに行くと私も純駆堂見に行ったりします。先日髪の毛を切っていただいてショートになりました。なんか個人的にはロングヘアよりもショートヘアの方が自分にはしっくりくるかなって思ってるので、短めの髪型のことが多いんですけど、だいたいいつも伸ばしてもこのぐらいの肩ぐらいのボブとかっていう感じなんだけど、このぐらい短いのはちょっと久々かな。夏以来ですかね。でもこっちにいると水の質もあるし、私は友達のお家で切ってもらってるのでパーマもとかもできないので、このぐらいショートの方が扱いが楽なので、こっちにいる時は割と短めにしています。今もう2月の後半ですね。でレディースのファッションウィークが始まるので、パリもいろいろ盛り上がる時期になるんですけど、私も3月の1日2日3日で、レパブリックの近くのアーキビストっていうお店で自分のやってるアイリスっていうブランドのポップアップをやります。なのでもしパリにいらっしゃる方とか興味ある方いたらぜひ遊びに来てください。私は3日間ともお店にいます。でそのアーキビストっていうお店は、メンズがメインのお店なんですけど、日本の、コム・デ・ギャッソンとか幼児とかデザイナーズのアーカイブのものを扱ってて、で私はレディースを扱ってるので、そこで一緒にポップアップしようっていうことになって、ファッションウィークのタイミングに合わせて3日間ポップアップします。例えば一世三宅のプリーツプリーズとかも、日本だとこう若者のイメージっていうよりかは割と年齢層上の方とかが着ているイメージがあるような気がするんですけど、こっちだと割と若者に人気なんですよね。でそういうのも私もポップアップやってみてお客さんの反応を見て、これが人気なんだとか、みんなこういうのに興味あるんだっていうのが分かったんですけど、そう特に一世のプリーツに関しては若者に人気で、やっぱり年齢層が高いフランス人の方とか、外国人の方もそうだけど、コム・デ・ギャッソンはこう常にみんな興味ある人が多いですね。でもいずれにしても日本のデザイナーズブランドに対して興味のある外国人の方はすごく多いので、なんかポップアップとかやるとみんなの反応を見るのが面白いです。逆に私ずっとフランスで買い付けた古着を日本に向けて販売するっていうのもやってたんですけど、それこそこっちではおばあちゃんが着てたとか、おばあちゃんの家にあったみたいなイメージの古着を若い人たちに人気だったりしたので、やっぱりね、みんな国とか年齢によっていいって思うもの全然違って面白いなって思うんですけど、なので、今回ファッションウィークっていうこともあって、海外からもいっぱいパリに人が来てると思うので、またどんなお客さんに会えるかなって楽しみにしています。あとそうだ、最後にフランス人の買い物事情についてなんですけど、こっちの人ってあんまり物をバンバン買う習慣がないんですよね。なので割とこう昔から使ってるものを大事にしたりとか、なのでリサイクルとか古着とかもすごく普及していると思うんですけど、
なんか友達とかと話しててこれ買ったあれ買ったみたいなのって日本人の友達と話してる時の方が多いのかなっていう気がします。こっちにフランス人の友達と話してる時ってあんまりそういう話にならない。なんかこういうのがいいああいうのがいいとかいうその好みの話とかはするけど、実際にここのブランドでこれを買ってみたいなのってファッション好きの友達でもなんか日本ほどはないのかなっていう気がしてます。なので私もこっちに来てから本当に物を買わなくなったというか、よくこっち在住の人とかでもよく言うのは、日本にいる時に着たいものとフランスにいる時に着たいものが全然違うっていうのがあって、なんか日本ってやっぱりみんなすごくいろんなコーディネートをしてるというか、いろんなスタイリングがあって、こうみんながそれぞれ個性があるスタイリングをしてると思うんですけど、フランスって結構みんなこうゆるっとしてるというか、シャツとかデニムでかっこよく決まる、 T シャツとデニムでかっこよく決まるっていうのは決まるからっていうのはあると思うんですけど、割とこういろんなものを着飾っておしゃれするっていうよりかはシンプルにさらっと着こなす。でメイクとかヘアスタイルとかもそんなにこう決めきった感じにしてる人ってすごく少ないので、やっぱこっちにいると自然とそういうナチュラル思考に、なるっていうのもあって、割とこうシンプルなスタイリングとか新しいものをバンバン買って、今日はこの服、明日はこの服みたいな感じで着ることがすごく少なくなりました。ただその代わり何か物を買うときはちゃんと必要かどうか考えてから買えるようになったので、それはいい傾向かなとは思ってます。日本にいると今日はネイル行って明日はまつげ行ってで美容院行って顔のエステ行ってとか、結構女性だとそういう予定が詰まってることって多いと思うんですけど、なんかフランス人の友達とかといてあんまり美容にそこまで日本人ほどお金かけていないんじゃないかなっていうふうに思います。そのいい悪いとかじゃなくて、その習慣の違いがあるなっていうのはすごく感じていて、私は個人的に言ったらどっちもすごく好きです。日本にいるとこうおしゃれしようとか、なんかこう綺麗にしてよっていう気持ちがこっちにいるよりも正直湧くので、その感覚はすごく好きです。でも逆にこっちにいるとみんなナチュラルなので、なんかそれはそれで自分もナチュラルで入れて気が楽なところもあるし、なんかどっちも良さがあるなって思います。なのでファッションウィークの時とかね、そういう時は華やかなパリのイメージだと思うんですけど、普段のパリは本当に質素な人が多いイメージです。とはいえ私も服の仕事してるし洋服は好きだし、いろいろ古着屋見たりとか、古着じゃなくても洋服見るのは好きなので、いろいろ着たりすることはやめたくはないんだけど、こっちにいるとこう割とナチュラル思考になるっていう話でした。